UAE アラブ首長国連邦が2026年5月1日付で OPEC および OPEC プラスから脱退するという衝撃的なニュースが飛び込んできたのだ。世界第4位の産油国である UAE がなぜこの決断を下したのか、OPEC の歴史から現在に至るまでの変遷、サウジアラビアとの対立の背景、そして今回の脱退が世界の原油供給や市場価格にどのような影響を与えるのかを徹底的に深掘りして解説するのだ。UAE が OPEC から抜けちゃうの？それって世界中に影響がありそうなニュースね。その通りなのだ。UAE はこれまで巨額のお金を投資して原油の生産能力を高めてきたのだけれど、OPEC プラスの厳しい生産制限によってその能力を十分に発揮できず、長年不満を募らせていたのだ。せっかくたくさん作れるのに制限されて我慢していたってことね。そうなのだ。だから今回は長年加盟してきた枠組みから離脱して、自国の判断で自由に原油を増産する道を選んだのだ。この動画ではその背景にある各国の思惑や今後の世界のエネルギー供給体制がどう変わっていくのか、順を追って詳しく紐解いていくのだ。 UAE 脱退発表の全貌と市場の初期反応。この動画では2026年4月下旬に世界のエネルギー市場を揺るがした歴史的な発表について解説するのだ。アラブ首長国連邦、通称 UAE が2026年5月1日をもって OPEC および OPEC プラスから完全に脱退するというものなのだ。いよいよ本題ね。OPEC から完全に脱退するなんてかなり思い切った決断よね。その通りなのだ。UAE は日量約320万バレルを生産する世界第4位の産油国であり、OPEC 全体の生産量の約 10% 以上を占める中核メンバーなのだ。そんなに大きな割合を占めていたのね。1967年の OPEC 加盟以来、約60年間にわたって協調減産や価格維持の用として機能してきた国家が突如として離脱を宣言したことで、市場は大きく動揺したのだ。動揺って具体的にどうなったの？発表直後のニューヨーク商業取引所では、WTI 原油先物価格が一時1バレルあたり5ドル以上も急落する事態となったのだ。WTI 原油先物価格って何のこと？ WTI 原油先物価格とは、アメリカのテキサス州を中心に産出される原油、ティラーズの価格で、世界の原油価格の代表的な指標の一つなのだ。なるほど。世界の基準になる価格がドカンと下がっちゃったのね。この市場の過剰反応は、UAE の脱退が単なる一国の離脱ではなく、世界の原油供給バランスの根底を覆す可能性を秘めていることを如実に物語っているのだ。UAE が抱える構造的なジレンマ。なぜ UAE は長年所属した組織を去る決断をしたのか。その最大の理由は、自国の経済成長を加速させたいという強い意志と、OPEC プラスの枠組みによる厳しい生産制限という構造的なジレンマにあるのだ。構造的なジレンマって何のこと？もっと原油を作りたいのに、作らせてもらえなかったってことなのだ。UAE は国営石油会社を通じて莫大なお金を投資し、原油の生産能力を大幅に引き上げてきたのだ。せっかくお金をかけて能力を上げたのに、もったいないわね。そうなのだ。割り当てられた生産上限のせいで、その能力を十分に発揮できず、稼働率を抑え込まれる非効率な状態を強いられていたのだ。それはかなりの損失になりそうね。まさにその莫大な経済的損失が、自国のポテンシャルを解放したいという強い動機へとつながったのだ。具体的な投資額や生産能力のギャップについては、後の第4章で詳しく解説するのだ。脱炭素時代を見据えた国家戦略の転換。さらに、なぜ2026年のタイミングでこの決断に至ったのかという問題も極めて重要なのだ。確かに、なんで今なの？世界的な脱炭素化の流れが加速する中、UAE は化石燃料の価値が最大化されている今のうちに、自国が保有する豊富な資源を可能な限りお金に変えておきたいのだ。将来石油が売れなくなる前に、稼げるだけ稼いでおこうってことね。その通りなのだ。そして、その莫大な利益を太陽光発電や次世代クリーンエネルギー、AI やテクノロジー産業といった非石油部門へ再投資する国家戦略を掲げているのだ。石油で得たお金で、次の時代の産業を育てようとしているのね。
すでに UAE の経済は多角化が進んでいるんだけど、この脱石油依存の経済モデルを完成させるためのラストスパートに入ったのだ。なるほど。そのために OPEC の制限が邪魔になったってわけね。そうなのだ。OPEC の足かせを外し、自国の裁量で自由に増産と輸出ができる環境を整える必要があったのだ。セブンシスターズの支配と1960年バグダッド会議、UAE の決断の重みを理解するために、まずは時計の針を1960年まで戻すのだ。当時の世界の石油市場は、いわゆるセブンシスターズと呼ばれる欧米の巨大国際石油資本7社によって、ほぼ完全に支配されていたのだ。セブンシスターズって何のこと？エクソン、モービル、シェブロン、テキサコ、ガルフ、BP、ロイヤルダッチシェルという7つの巨大企業のことなのだ。彼らは資金力と技術力を背景に、中東地域の原油生産量の約 85% から 90% を独占していたのだ。ほとんど全部じゃない。そうなのだ。当時の原油価格は1バレルあたりわずか 1.8 ドルから 1.9 ドル程度に低く据え置かれていて、産油国は自国の資源でありながら価格決定権を持っていなかったのだ。利益の大部分は巨大企業に吸い上げられていたのだ。自分たちの国から出た資源なのに、自分たちで自由にお金にできないのは悔しいわね。まさにその通りなのだ。この構造を打破するため、1960年9月にイラクの首都バグダッドで歴史的な会議が開かれたのだ。ここに集まったイラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5カ国が結成したのが OPEC すなわち石油輸出国機構なのだ。そこから OPEC が始まったのね。設立当初の彼らの目標は、低迷していた原油の価格を回復させ、巨大企業から自国の資源の主権と利益を取り戻すという極めて切実なものだったのだ。価格決定権の奪還と2度のオイルショック、1960年代を通じて力を蓄えた OPEC が世界の表舞台でその圧倒的な影響力を見せつけたのが1970年代なのだ。その最大の転換点となったのが1973年10月に勃発した第4次中東戦争をきっかけとする第一次オイルショックなのだ。第4次中東戦争って何のこと？エジプトとシリアが過去の戦争で奪われた領土の奪還を目指してイスラエルに奇襲攻撃を仕掛けた戦争なのだ。そんな歴史があったのね。OPEC に加盟するアラブ諸国はイスラエルを支援する国々への石油禁輸措置を発動すると同時に原油価格を1バレル約3ドルから約 11.6 ドルへと一気に4倍近く引き上げたのだ。4倍、急に高くなりすぎよ。これにより石油の価格決定権は完全に欧米の巨大企業から OPEC へと移ったのだ。さらに1979年に起きたイラン革命による第二次オイルショックが追い打ちをかけたのだ。イラン革命って何のこと？親米的な王制が市民の放棄によって打倒され、イスラム法学者が指導するイスラム共和制が樹立された歴史的事件なのだ。国がひっくり返るほどの大事件ね。この混乱でイランの石油生産が激減し、原油価格は1バレル約13ドルから1981年には約39ドルへと約3倍に高騰したのだ。また値上げなので世界中が大パニックになりそう。この2度のオイルショックは世界の経済成長を鈍化させるほどの破壊力を持ち、OPEC が世界のエネルギー供給の生殺与奪の権を握る巨大なカルテルとして機能することを世界中に知らしめたのだ。生産割当制の導入と市場コントロール機能の確立、石油の価格が高騰したことで欧米諸国では省エネ化が進み、北海油田など非 OPEC 諸国でも油田開発が促されたのだ。その結果、1980年代に入ると石油市場は一転して供給過剰に陥ってしまったのだ。値段が高すぎるとみんな節約するし、自分たちで新しい油田を探し始めちゃうわよね。そうなのだ。そこで原油価格の暴落を防ぐため、OPEC は1982年3月に歴史上初めて組織全体での生産上限を日量1750万バレルと定めたのだ。各加盟国に生産枠を割り当てる、いわゆるクオータ制を導入したのだ。みんなで生産する量の上限を決めて、値崩れを防ごうとしたのね。その通りなのだ。そしてこの時、サウジアラビアは自らの生産量を増減させて全体の供給量を調整するスイングプロデューサーの役割を担ったのだ。スイングプロデューサーって何のこと？
需要の変動に合わせて自国の生産量を増減させ、市場全体の価格や供給を安定させる役割を担う国のことなのだ。なるほど。全体のバランスを取る調整役みたいなものね。サウジアラビアは日量1000万バレルを超えていた生産量を、1985年には約200万バレル台まで大幅に削減して、身を削って価格を支えようとしたのだ。自分のところの生産をそこまで減らして我慢するなんて、かなり思い切ったわね。このように OPEC は単なる価格吊り上げ組織から、世界の需要と供給のバランスを監視し、生産量のバルブを開け閉めすることで市場価格をコントロールする、世界の中央銀行的な役割を担う組織へと変貌を遂げたのだ。世界の石油の蛇口を握る、強力な組織になったってことね。まさにそうなのだ。この生産割当という強力な武器こそが現在に至るまで OPEC の力の源泉であり、そして今回、UAE が最も不満を抱き脱退を決断する直接的な原因へとつながっていくのだ。シェール革命と OPEC の限界。ここからは、OPEC から OPEC プラスへの変遷を紐解くのだ。2000年代後半から2010年代にかけて、世界のエネルギー市場の勢力図を根本から覆す出来事が起きたのだ。それがアメリカのシェール革命なのだ。シェール革命って何のこと？シェール革命とは、水圧破砕法という地下深くに高圧の水を注入して岩盤を砕く技術と、地層に沿って横方向に掘り進める水平構成掘削という新技術が組み合わさって実用化されたことなのだ。水圧で岩を砕いて横に掘るのね。その通りなのだ。これによって、これまで採掘が困難だった地層に閉じ込められていた原油や天然ガスを取り出せるようになり、アメリカのエネルギー生産量が爆発的に増加したのだ。アメリカってそんなにたくさん原油が取れるようになったの？2008年時点で日量約500万バレルだったアメリカの生産量は、わずか10年後の2018年には日量1100万バレルを突破し、サウジアラビアやロシアを抜いて世界最大の産油国へと躍り出たのだ。10年で倍以上になるなんて驚きね。この結果、世界の原油供給における OPEC のシェアは、かつての 50% 台から 40% を下回る水準にまで低下してしまったのだ。OPEC の存在感が薄れちゃったってことね。そうなのだ。シェアが低下したことで、OPEC 単独での減産や増産による価格コントロールが極めて困難な状況に陥ってしまったのだ。OPEC プラス誕生の歴史的背景。単独での価格決定力を失った OPEC が次なる一手として打ったのが、非加盟の主要産油国を巻き込むという歴史的な決断だったのだ。非加盟国を巻き込むってどういうことなの？実は2014年後半から2016年にかけて原油価格は1バレル100ドル台から一時30ドルを割り込む大暴落を記録したのだ。30ドル割れってすごい暴落ね。どうしてそんなに下がったの？アメリカのシェールオイル増産に対抗するため、サウジアラビア主導の OPEC が減産を見送り、価格を下げてでも市場シェアを維持しようとする価格戦争を仕掛けたことが主な原因なのだ。自分たちから価格を下げていったのね。そうなのだ。しかし、この安値競争は OPEC 自身の財政をも直撃してしまったのだ。やりすぎちゃったのね。その危機的状況を打開するため、2016年末に OPEC 加盟国と、ロシア、カザフスタン、メキシコなどをはじめとする非加盟の産油国10カ国が歴史的な協調減産に合意したのだ。これが OPEC プラスの誕生なのだ。なるほど。それでプラスなのね。OPEC13 カ国に非加盟10カ国を加えた全23カ国によるこの巨大な枠組みは、世界の原油生産量の約 60% を占めることになるのだ。世界の半分以上をコントロールできるなんて、すごい影響力ね。特に世界有数の産油国であるロシアが加わったことで市場に対する影響力は劇的に回復し、原油価格を下支えするための強力な価格調整メカニズムが完成したのだ。協調減産のメカニズムと支配力。OPEC プラスの最大の武器は、各国の生産枠を厳格に割り当てる協調減産のメカニズムなのだ。協調減産って、みんなで足並みを揃えて生産を減らすってことよね。その通りなのだ。例えば2020年の新型コロナウイルス感染拡大による歴史的な需要減退の際には、全加盟国で日量970万バレルというかつてない規模の協調減産を実施したのだ。日量970万バレル全然想像つかないけど、すごいよね。
この時期は世界的な都市封鎖で原油需要が蒸発して貯蔵施設が満杯になる懸念があったのだ。現物の受け取りを避けるために売り手がお金を払って原油を引き取ってもらうという前代未聞の事態が発生したのだ。売る側がお金を払うの信じられないわね。そうなのだ。その結果、2020年4月20日には第1章の冒頭でも触れた世界の代表的な指標である WTI 原油先物価格が一時1バレルマイナス 37.63 ドルを記録したのだ。でも OPEC プラスの強力な減産によって市場を立て直すことに成功したのだ。マイナス価格なんてあったのね。でも立て直せたなら OPEC プラスの仕組みはうまく機能していたんじゃないの？確かに市場を救ったんだけど、この生産枠の割り当てには各国の生産能力を示す基準生産量、いわゆるベースラインという指標が用いられていて、これが後に大きな火種となるのだ。ベースライン？どうしてそれが問題になるの？いくら生産能力を増強しても、ベースラインが低く設定されていれば自国の設備をフル稼働させることができず、莫大な機械損失を生むからなのだ。せっかくたくさん作れるように設備投資したのに、決められた枠のせいで作っちゃダメって言われるのは辛いわね。まさにその通りなのだ。この厳格すぎる生産枠の調整メカニズムこそが UAE が抱え続けた不満の根源だったのだ。巨額投資と生産能力ギャップの真実。ここでは UAE が直面していた生産能力と制限枠の深刻なギャップについて詳細に解説するのだ。ギャップってどれくらいあったの？ UAE のアブダビ国営石油会社、通称 ADNOC は過去数年間で約1500億ドル規模の巨額投資を行って最新の掘削技術やインフラ整備を進めてきたのだ。1500億ドル途方もないお金ね。そうなのだ。その結果、UAE の原油生産能力は日量約300万バレルから400万バレルを突破して、2027年までには日量500万バレルへと引き上げる目標を掲げているのだ。それだけたくさん掘れるようになったのなら、どんどん売ればいいじゃない。ところが、OPEC プラスが設定した UAE の生産割当枠は、日量約300万バレル大前半に据え置かれていたのだ。じゃあせっかくの設備がもったいないわね。その通りなのだ。つまり UAE は常に日量100万バレル以上の生産能力を余らせて、稼働率を 70% 台に抑え込まれるという非効率な状態を強いられていたのだ。たくさんお金をかけて準備したのに、全然リターンが得られないってことね。まさにそこなのだ。この莫大な設備投資に対するリターンが得られない状況が UAE の不満の根本的な原因となったのだ。サウジアラビアとの激しい水面下の攻防、次に OPEC の盟主であるサウジアラビアとの対立の歴史を見ていくのだ。 UAE とサウジアラビアは長年強固な同盟関係にあったんだけど、原油政策においては2021年頃から亀裂が表面化し始めたのだ。ずっと仲良しだったのに、原油のことになると揉め始めたのね。そうなのだ。2021年7月の OPEC プラス閣僚会議で UAE は自国の基準生産量の引き上げを強硬に主張して、サウジアラビア主導の協調減産延長案に真っ向から反対したのだ。基準生産量って何のこと？前の章でも出てきた、各国の原油を生産していい上限の目安のことなのだ。この時は最終的に UAE の基準生産量が日量316万8000バレルから350万バレルへと引き上げられる妥協案で決着したのだ。一応 UAE の希望は少し通ったのね。でも UAE が目指す日量500万バレルという目標には遠く及ばない数字だったのだ。もっとたくさん生産して国のためにお金を作りたい UAE にとっては不満が残る結果だったのだ。目標には全然足りてないじゃない。僕が思うに、サウジアラビアは市場の安定を最優先して加盟国全体での供給制限を主導する立場だけど、 UAE にとってはそれが自国の経済成長を阻害する足かせでしかなく、両国の溝は埋まることなく深まっていったのだ。お互いの目指す方向が違ってしまったのね。年間約に192億ドル規模の機械損失の全貌。最後に UAE 脱退を決断するに至った経済的な損失額を具体的な数字で検証するのだ。具体的な数字どれくらいの損失だったの？仮に原油価格を1バレルあたり80ドルと設定した場合、
日量100万バレルの生産制限による機械損失は1日あたり8000万ドルに上るのだ。1日で8000万ドル。これを1年間に換算するとおよそ292億ドル、日本円にして約4兆円を超える莫大な利益を逃している計算になるのだ。4兆円、そんな大きなお金を逃していたのね。第1章でも少し触れたように、世界が脱炭素社会へとシフトし、化石燃料の需要が将来的に減少していくことが予想される中、 UAE にとってこの数年間の機械損失は国家の死活問題なのだ。確かに、将来需要が減るなら今のうちに売っておきたいわよね。原油が高値で売れる今のうちに生産能力をフル稼働させて、利益を最大化しなければならないという強烈な危機感があるのだ。それがサウジアラビアとの決別につながったのね。その通りなのだ。この危機感こそがサウジアラビアとの決別、そして OPEC 脱退という歴史的決断の最大の原動力になったのだ。原油需要ピークと埋蔵量1110億バレルの真実、 UAE の包括的エネルギー生産戦略の見直しについて深掘りするのだ。なぜ UAE は今急いで原油を掘り出そうとしているのか解説するのだ。確かに、今まで生産制限を守ってたのに急に焦り出した感じがするわね。その背景には、先ほどから何度か話題に上がっている世界的な脱炭素への動きと原油需要のピークアウト予測があるのだ。ピークアウト予測って何のこと？世界のエネルギー政策を強調して推進するための国際機関である国際エネルギー機関 IEA などの予測では、世界の化石燃料需要は2030年代までにピークを迎えるとされているのだ。つまりそれ以降は需要が減っていくと予想されているのだ。なるほど。世界中で脱炭素が進めば石油を使う量が減っていくのね。現在 UAE が保有する原油の確認埋蔵量は約1110億バレルで世界トップクラスの規模を誇るのだ。1110億バレル想像もつかないよね。しかし今後世界的な需要が減少に転じれば、地下に眠る莫大な原油は座礁資産となってしまうリスクがあるのだ。座礁資産って何のこと？環境規制の強化や市場環境の変化によって将来的に価値を生まなくなり、投資回収が不可能になる資産のことなのだ。せっかくの資源がただの泥水になっちゃうかもしれないってことね。そうなのだ。だから UAE の戦略は、需要が高く価格外示されている今のうちにこの1110億バレルを可能な限り生産してお金に換えるという極めて論理性かつタイムリミットを見据えたものなのだ。売れなくなる前に高く売れるうちに全部現金化しちゃおうって作戦なのね。その通りなのだ。原油が売れるうちに利益を確保して、その資金を次世代のクリーンエネルギー投資に回すという長期的な戦略を描いているのだ。500億ドル規模のクリーンエネルギー投資戦略。原油をフル生産して得た莫大な利益を UAE はどうするのか。その答えが次世代のクリーンエネルギーへの大規模なシフトなのだ。原油で儲けたお金をクリーンエネルギーに使うってこと？その通りなのだ。UAE は中東の産油国としていち早く2050年までのネットゼロ排出を宣言し、2023年には国連気候変動枠組条約第28回締約国会議、通称 COP28 の議長国も務めたのだ。ネットゼロ排出って何のこと？温室効果ガスの排出量から植林などによる吸収量と新技術による除去量を差し引いた合計を実質的にゼロにすることなのだ。なるほど。プラマイゼロにするってことね。そういうことなのだ。この COP28 では歴史上初めて国際合意の文書に化石燃料からの脱却という文言が明記され、世界が明確に脱石油へ舵を切る決定的な転換点となったのだ。産油国が議長国なのに化石燃料からの脱却を合意したのね。なんだか皮肉な気もするわ。確かにそう見えるかもしれないけど、彼らは化石燃料から得た莫大な利益を原資として今後再生可能エネルギー分野に500億ドル以上を投資する計画を掲げているのだ。500億ドルってすごい金額ね。具体的には何をするの？国営の再生可能エネルギー企業マスダールを中心に太陽光発電や次世代の燃料であるグリーン水素の開発を世界規模で加速させているのだ。石油の次の時代を見据えて着々と準備を進めているのね。その通りなのだ。今回の OPEC 脱退と原油増産は脱石油時代を生き抜くためのクリーンエネルギー大国へと生まれ変わるための
壮大で不可欠な資金調達プロセスなのだ。 AI とテクノロジー産業へのシフトによる脱石油の完成。 UAE はクリーンエネルギーだけでなく AI や先端テクノロジー産業への巨額投資も進めているのだ。石油の国なのに AI にも投資しているのね。アブダビ政府系の投資ファンド MGX の設立や AI 開発を牽引するテクノロジー企業 C42 への支援を通じて世界中の有望なテック企業にお金を供給しているのだ。 MGX とか G42 って何のこと？アブダビが主導する最先端の投資ファンドや AI 企業のことなのだ。これらを通じて中東におけるシリコンバレーのような地位を確立しようとしているのだ。中東のシリコンバレーなんだかかっこいいわね。すでに UAE の GDP に占める非石油部門の割合は約 73% に達していて、中東諸国の中でも群を抜いて経済の多角化が進んでいるのだ。 73% も。もう石油だけに頼らなくてもやっていけそうね。そうなのだ。原油増産によって得られる年間数兆円規模の追加資金をこれらの最先端産業に集中投下する予定なのだ。増産で得たお金をさらに未来への投資に回すのね。その通りなのだ。完全に化石燃料に依存しない強靭な経済基盤を作り上げる構えであり、 OPEC の制限枠撤廃はこの未来の国家基盤をいち早く築き上げるための起爆剤となるのだ。アジア市場の爆発的需要へのフォーカス。脱退後の UAE がターゲットとして見据えているのは中国やインドをはじめとするアジア新興国の爆発的なエネルギー需要なのだ。OPEC の制限から解放されて自由に増産できるようになったとして、そんなにたくさんの原油をどこに売るつもりなのか気になっていたわ。欧米諸国が急速に電気自動車へのシフトや脱炭素化を進める一方で、経済成長が著しいアジア地域では今後も当面の間、莫大な量の原油が必要とされるのだ。国や地域によってエネルギーの事情が全然違うのね。UAE は増産した日量100万バレル以上の原油をこれらアジアの主要な消費国との長期供給契約に結びつけることで安定した輸出先を確保する戦略を描いているのだ。日量100万バレル以上ってすごい量ね。それを長期で契約できれば UAE にとっても安心ってことね。OPEC 全体の足並みを気にすることなく自国の判断で機動的に大口顧客との契約を結べるようになることは UAE にとって強力な外交カードにもなるのだ。自分たちで決断できるからこそ他国との交渉でも有利に立てるのね。まさにその通りなのだ。原油の安定供給を武器にしてアジア諸国との関係をより強固なものにしていく狙いがあるのだ。独自指標万原油先物の活用と価格決定権。 UAE は単に原油の生産量を増やすだけでなく自国で生産される原油の価格決定権を強化する動きも見せているのだ。価格決定権、自分たちで値段を決められるようにするってこと？その通りなのだ。その中核となるのが UAE の主力油脂である万原油なのだ。万原油って何のこと？万原油は API 度と呼ばれる比重の指標が約40度と軽く養分も約 0.7% と少ない原油なのだ。軽くて用が少ないと何がいいの？ガソリンや軽油といった付加価値の高い製品を生成しやすいというとっても優れた特性を持っているのだ。へえ、質のいい原油なんだね。そうなのだ。 UAE は2021年3月にアブダビでアイスフューチャーズアブダビという新たな先物取引所を開設したのだ。先物取引所なんだか難しそうね。簡単に言うとこの万原油を国際的な価格の基準として確立させるプロジェクトを進めてきたのだ。なるほど。でも OPEC を脱退することとどう関係するの？ OPEC を脱退して供給量を自由にコントロールできるようになればこの万原油先物市場の流動性が一気に高まるのだ。つまり市場で活発に取引されるようになるってことね。その通りなのだ。そうすれば中東産原油のアジア向け輸出における新たなベンチマークとして確固たる地位を築くことができるのだ。ベンチマークって基準のことよね。それってすごいことなの？かつて OPEC が欧米から奪い返したと解説した価格決定権を今度は UAE が自らの手に取り戻すという野心的な試みなのだ。生産量を増やすだけじゃなくて世界的な影響力も強めようとしているのね。まさにそうなのだ。僕たちも驚くほど
UAE の戦略は綿密に計算されているのだ。 ADNOC のグローバル展開と下流部門への投資。アブダビ国営石油会社通称 ADNOC のグローバルな事業展開が加速しているという話なのだ。第4章でも出てきた ADNOC ね。海外でも何かしているの？そうなのだ。 UAE は原油の炭鉱や生産を行う川上部門だけでなく、原油を精製してガソリンや化学製品にして販売する、いわゆる下流部門への投資を世界規模で拡大しているのだ。川上とか下流とか、なんだか川の流れみたいね。まさにその通りなのだ。原油を掘り出すのが川上で、それを製品にして消費者に届けるのが下流なのだ。近年ではヨーロッパの化学大手コベストロへの巨額の買収提案や、オーストリアの石油ガス大手 OMV との化学部門統合協議など、アグレッシブな動きを見せているのだ。海外の大きな会社をどんどん巻き込んでいるのね。そうなのだ。こうした買収や合弁会社の設立を通じて、自国で増産した原油を確実に消費し、より付加価値の高い製品に変えて利益を最大化するサプライチェーンを構築しているのだ。ただ原油を売るだけじゃなくて、自分たちで製品にして高く売る仕組みを作っているってことね。その通りなのだ。OPEC の枠組みにとらわれない自由な生産と、川上から川下までを網羅する強靭なビジネスモデルの結合により、UAE は単なる産油国から世界的な総合エネルギー企業国家へと変貌を遂げようとしているのだ。日量100万バレルの追加供給がもたらす価格下落圧力。UAE 脱退が市場に与える直接的な影響を解説するのだ。世界第4位の産油国である UAE が OPEC の制限枠から外れることで、市場には即座に巨大な供給の波が押し寄せるのだ。巨大な波って、具体的にどれくらい増えるの？ UAE の原油生産能力は現在で日量約400万バレルを超えており、OPEC プラスの制限下であった日量約300万バレルから、単独で日量約100万バレル以上もの追加供給を市場に放出する能力が解放されるのだ。現在世界の1日の原油需要は約1億400万バレルと推計されているから、たった1カ国から世界の総需要の約 1% に相当する新規供給が突如として流れ込むことになるのだ。1% って聞くと小さく感じるけど、原油の世界ではそういうことなのね。需要が劇的に伸びていない現在のマクロ経済環境下において、この供給増は原油価格を1バレルあたり5ドルから10ドルも押し下げる強烈なインパクトを持っているのだ。このように UAE の脱退は単なる枠組みからの離脱にとどまらず、実際の市場に直接的な価格下落圧力をもたらすのだ。価格が下がるのは消費者としては助かるけど、市場全体は大きく揺れそうね。僕もそう思うのだ。日量100万バレルの追加供給がもたらす影響は計り知れず、今後の原油市場の動向からは目が離せないのだ。OPEC 市場シェア縮小と価格等勢力の崩壊。次に OPEC という組織そのものの力が今後どうなっていくのかを分析するのだ。組織の力って、そんなに変わっちゃうものなの？第3章のアメリカのシェール革命の時にも話したように、これまで OPEC プラスが世界の原油価格をコントロールできていたのは、世界生産の約 40% という圧倒的な市場シェアを握っていたからなのだ。半分近くを占めていたなら、そりゃあ影響力も大きいわね。でも、日量約400万バレルの生産能力を持つ UAE が離脱することで、OPEC プラスの市場シェアは確実に低下するのだ。UAE が抜けるだけでも、そんなに響くの？さらに重要なのは、UAE がサウジアラビアに次ぐ影響力を持っていたという事実なのだ。ナンバー2が抜けちゃうようなものね。そうなのだ。これまで優等生だった UAE が自国の利益を優先して自由に増産を始める姿は、市場に対して OPEC の結束が限界を迎えたという明確なシグナルを送ることになるのだ。他の国もうちも自由にやりたいって言い出しそうね。過去のデータを振り返ると、OPEC の市場シェアが 35% を割り込んだ時期には、価格決定権が産油国から市場の投機筋や消費国側へと完全に移行してしまったのだ。じゃあ、OPEC の思い通りには価格を決められなくなるってこと？その通りなのだ。今回の UAE 離脱は、半世紀以上にわたって世界のエネルギー価格を支配してきた OPEC 価格統制力が根底から崩れ去る歴史的な転換点となる可能性が高いのだ。
パンドラの箱が開く産油国間の熾烈な価格競争リスク。最も恐れるべきシナリオは他の産油国が追随することによる価格競争、すなわちプライスウォーの勃発なのだ。プライスウォーって何のこと？価格競争のことなのだ。UAE が自由に増産して市場シェアを拡大し利益を独占する状況をサウジアラビアやロシアが黙って見過ごすはずがないのだ。確かに他の国も黙って見ていないわね。直近の例では2020年3月、新型コロナによる需要減退に対してサウジアラビアが提案した追加減産をロシアが拒否した際、サウジアラビアが報復として公式販売価格を大幅に引き下げ、かつ増産を宣言したことで熾烈な価格戦争が起きたのだ。報復ってなんだか物騒ね。この時、原油価格はわずか数週間で1バレル当たり60ドル台から20ドル台へと約 70% も暴落したのだ。70% も下がるなんて異常事態ね。今回 UAE が市場に安価な原油を大量に供給し始めれば、自国の顧客を奪われることを恐れた他の産油国も生産制限を放棄して一斉に増産に走るドミノ倒しが起きる危険性が極めて高い状態なのだ。みんなが一斉に増産したらどうなっちゃうの？もしこのパンドラの箱が開かれれば、世界の原油市場は再び供給過剰の渦に飲み込まれ、原油価格が1バレル40ドルを割り込むような壊滅的な暴落リスクをはらんでいると言わざるを得ないのだ。原油価格下落と日本経済への波及効果。最終章となる大ワッ章では、世界経済と私たちの生活への波及効果について解説するのだ。ついに最後の章ね。私たちの生活にはどう影響するの？さっきの章でも解説したように、UAE が OPEC を脱退して、日量約100万バレル以上の増産に踏み切った場合、世界の原油市場は供給過剰に陥り価格の下落圧力が強まるのだ。原油の値段が下がるってことね。その通りなのだ。エネルギーの約9割を輸入に頼る日本にとって、原油価格の下落は直接的な経済効果をもたらすのだ。日本にとって UAE ってどれくらい重要なの？日本にとって UAE はサウジアラビアに次ぐ第2位の原油供給国なのだ。占輸入量の約 30% から 40% を依存しているから、その影響は甚大なのだ。40% も、それは影響が大きそうね。日本の年間の原油輸入量を約8億バレルとして、原油価格が1バレルあたり10ドル下落、為替レートが1ドル150円で推移したと仮定するのだ。そうするとどうなるの？日本の年間の原油輸入コストは、約1兆2000億円も減少する計算になるのだ。1兆2000億円。浮いたお金はどうなるのかしら？これはガソリン価格の値下げだけじゃなく、物流コストの低下や電気代の抑制にもつながるのだ。現在国民生活を圧迫しているインフレを和らげる大きなメリットとなるのだ。物価高が落ち着くのは助かるわね。総務省の消費者物価指数への影響を試算すると、エネルギー価格の下落によって全体で約 0.5% ポイントの押し下げ効果が期待できるというデータもあるのだ。私たちの生活にもしっかりプラスになりそうね。UAE の OPEC 脱退は遠い国の出来事のようでいて、実は僕たちの生活やお金の負担に直結する大きな変化をもたらすのだ。中東地政学リスクと財政悪化による社会不安。しかしメリットばかりではないのだ。僕が前に触れたような価格競争が起これば、原油収入に大きく依存する中東諸国の財政は急速に悪化し、地政学的バランスが大きく崩れるリスクが浮上するのだ。原油価格が下がると、産油国はお金が入らなくなって大変なことになるわね。その通りなのだ。過去にも、1985年にサウジアラビアが市場シェアを奪い返すために突如として大増産に踏み切り、原油価格が急落した逆オイルショックがあったのだ。逆オイルショック、そんなことがあったのね。さらに、第3章で OPEC プラス誕生の背景として話したように、2014年にはアメリカのシェールオイル増産に対抗するため OPEC が減産を見送り、原油価格が100ドル台から26ドル付近まで暴落した歴史もあるのだ。100ドルから26ドルって、下がりすぎじゃない？もし今回も他国が対抗措置として大増産に踏み切り価格が暴落すれば、産油国は国民への補助金カットや増税を強いられることになるのだ。生活が苦しくなったら、国民は黙っていないわよね。それが引き金となって、アラブの春のような大規模な社会不安や政情不安が再燃する危険性があるのだ。
アラブの春って何のこと？ 2010年末から中東北アフリカ地域で発生し、SNS を通じて広がり複数の長期独裁政権を崩壊させた大規模な反政府デモや抗議活動の総称なのだ。そんな大規模なデモがまた起きるかもしれないってことね。結果的に中東地域全体の地政学的リスクが跳ね上がり、世界の金融市場に深刻なショックを与えることになるのだ。エネルギー市場のボラティリティと生活防衛策、さらに長期的な視点で見ると、エネルギー市場の不安定化は僕たちの生活に予期せぬ悪影響を及ぼす可能性があるのだ。原油が安くなるなら生活は助かるんじゃないの？一時的な原油安は消費者にとって歓迎すべきことなんだけど、価格が低迷しすぎると世界の石油企業は新たな油田開発への投資を凍結してしまうのだ。新しい油田を探さなくなるのね。第5章でも登場した国際エネルギー機関 IEA の試算によれば、原油価格が50ドルを下回る状態が2年続けば、世界の石油開発投資は約 30% 減少するとされているのだ。投資が減るとどうなってしまうの？この投資不足が数年後の供給不足を引き起こして、結果として1バレル150ドルを超えるような急激な価格高騰、いわゆる価格スパイクを招く危険性があるのだ。価格スパイクって何のこと？価格スパイクとは、短期間に価格が異常なほど急騰する現象のことなのだ。それは怖いわね。ガソリン代も電気代も跳ね上がりそう。だから僕たち消費者は目先のガソリン値下げに一喜一憂するだけじゃダメなのだ。中長期的なエネルギー価格の乱高下に備えて、省エネ家電の導入や再生可能エネルギーへのシフトなど、生活防衛策を真剣に考える転換点に立たされているのだ。エネルギーの使い方も見直さないといけないわね。その通りなのだ。日々の備えが未来の自分たちを助けることになるのだ。まとめ。いよいよまとめね。UAE の OPEC 脱退は単なる一国の枠組み離脱にとどまらず、世界のエネルギー供給体制の大きな転換点となる出来事なのだ。歴史的なターニングポイントになりそうね。化石燃料から再生可能エネルギーへの移行期において、産油国それぞれの思惑が交錯する中、今後の原油市場の動向からは目が離せないのだ。エネルギーの未来がどうなるか、しっかり見届ける必要があるわね。この動画がエネルギー問題について深く考えるきっかけになれば幸いなのだ。私もこれからはニュースを注意深く見てみるわ。最後までご視聴ありがとうなのだ。いいね、コメント、ハイプ、チャンネル登録、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いするのだ。